その情報があって自己複製したりその生命的な振る舞いをするものはそこはまあ生命そのものじゃないかということでそれを研究しようというのが人工生命。生命がいないところから生命が現れて人間が現れて人間がその情報というものを使って世界をどんどん書き換えていって知能の前に僕は生命があると思うんですけど人工的に知能を作ると同じように人工的に生命を考えるにはどうすればいいかということでその上にその生命的なものと非生命的なものがあるどうやってその生命を分かったらいいかっていうのは、シュレジンが、量子力学っていうのを作ってその初期に貢献した大物理学者がいますけれども彼が「生命とは何か」って本を書かれていてそれに見るようにですね、物理学者のなんていうかオブセッションっていうか長い夢なんじゃないかと思いますね。だから人工生命っていうのはその、生命の元を入れるんではなくて、普通の物理化学の現象の上になぜその生命現象っていうものがあるのかとか生命を特徴づけるためには何を持ってくればいいのかとかそういうことを考える学問だと思います。そもそも生命とは何かっていうところを研究する。生命とは何かということですね。生命とは何かということについて答えが出てなくて、生物学者だったら例えば DNA があることだって言うと思うんですけど細胞に DNA があるのが生物だあるいはその自己複製することだっていうことがあるんですけどもそれを人工的に作ることはそんなに難しくなくて特にコンピューターの中では情報に当たるようなものを作ったりあるいは自己複製をコンピューターの中で示すことができるんですけれども、現実世界で例えばどんどん増えるこの鉛筆がどんどんノートがどんどん増えるとかいうことがあったら何がネックになっているのかとかそういうことをいろいろ考え出して情報っていうようなことが、物理学の世界に入ってきたのって1950年から60年だと思うんですね。コンピューターが生まれてソフトウェアってものが生まれて初めてみんなソフトウェアってものがあるんだそれまでみんな何でもかんでもハードウェアでぐるぐる回るとか歯車とか鉄鋼とか動力機関とかねだから例えば機関車のソフトウェアって言ってもみんなよく分かんないじゃないですか。新幹線のソフトウェアっていうとなんとなく分かりますよね。人間がコントロールするばっかじゃない部分が出てきてそれは、別の形で新幹線を動かすために使われているそれの延長上に例えば生物とそのソフトウェアっていうものが存在するかというですねこういうものなんかあるものがあってそこにソフトウェアを入れたら生命になるのかっていうような考え方もできると思うんですが DNA に書かれていることはソフトウェアと思っている。でもなかなかそれを、人工的に作るとはうまくいかなくてっていうのが、生化学的な話でその情報ということを、非常に真面目に考えて、理論的に生命を考えるとするならばその情報があって自己複製したりその生命的な振る舞いをするものはそこは生命そのものじゃないかということでそれを研究しようっていうのが人工生命です。だからロボットから化学反応からコンピューターの中のシミュレーションから、いろんなものが人工生命として、使われている。もともと物理学をやってますけども例えば雲がどうしてああいう形してできているかとかそういう、雪の結晶がどうしてああいうふうになるかとかっていうのは自己組織化の一つの例だと考えられていますけれどもその一つとして、まだみんながどうしてもわからないのが、生命とは何かということですごい自然な形でそういうことを考えました。3年くらい前だと思いますけれども全然別件で淡路島に行くことがありまして幹部代表が、他のことでいましてそれで、その時ちょっとご挨拶した時にですねアンモナイトを収集してるっていう話をされていて私がここにあるようになんか産業地を集めててでその話でいろいろ盛り上がってでそもそも淡路島って異常巻きアンモナイトっていうのがあってですねそれですごい有名で北海道と多分淡路島しか日本では出ないと思うんですけどその話とかしてるうちに今につながっていったという感じですね。僕はちょっと今
今でもちょっと思うのは、その時にもうその万博の建物の形をアンモナイトにしようと思われたかどうかっていうことが分かんないんですけど、聞いたことないんですけども、まあそういうところです。少しその展示の方を手伝ってくれないかというようなご相談をさせていただいてという。いや、そういう感じでもなかったですね。そうですね。だから進化とか生態系とか、その僕がやってる人工生命とか、そういうことに興味持たれていただいて、それでそういう話をしてで、それでその万博に関しては生命進化から人類までっていうコースは多分持っておられたと思うので、それについての、アドバイジングっていうか、でそういうので参加しませんかということで参加しました。生命がいないところから生命が現れて、で人間が現れて、人間がその情報というものを使って世界をどんどん書き換えていって、それでそれゆえにその自然における生態系というのをどんどん忘れちゃって、でその例えばこの例では蜂がいなくなっちゃうと人類も滅亡しちゃう。滅亡するんだけども、でも生命の流れ、生命がないところから生命っていうのはもともと生まれたと考えるならば、また生命っていうのは生まれてくるだろうと考えていて、新しい生命ができて、その、異なる世界をまた作っていく。でそこにはまた我々の知らない生命みたいなものが出現しているというのを表した木です。はい。最初はその映像でやろうと思ったんですけど、映像の方が今だったらすごい複雑なことがいっぱいできますよね。多分その見てるとみんな映像でやってるので、これを物理的に作る方が面白いかなということに、だんだんナブン代表とかとも話してて、そうなり、こういうことになって、実際に物理的に作るとなるとすごい違ったことを考えなくちゃいけなくて、材料が結構全てだったりするんで、どういう材料を持ってくるかっていうことが一つと、あと、万博に関してはですね、僕もそのアート活動っていうのは20年間くらいやってますけども、ほとんどのものは例えばこの部屋の10倍くらいの広さまでやるかもしれないけど、スケールが違うんですよね。やるスケールが僕らの場合やっぱり映像を置くとかあるシステムを作ったりするので、もそんなに大掛かりなことはやらないわけですよね。だからそこは非常に苦労したところですね。生命進化とかっていうと、教科書にいろんなことが書いてあると思うんですよね。で、読んだこともある人も多いだろうから、それを読んでそれが生命進化だなって思ってる人っていうのは多いと思うんですよ。だけど分かってないことは5万とあるし、やっぱり自分の言葉で考え直してほしいっていうことで、これは僕らが考えたストーリーの一つを展示してるだけであって、これは全てではないっていうか、もっとその自由に考えていい部分があるということを分かってほしいので、再構築してほしいということですね。再構築というのは自身の考えとか。そうですね。だから自分で例えば生命の進化っていうのを、どうして生命が生まれたかとか、その生まれた生命が進化していくためには何が必要だったかとか、この後生命が滅ぶとしたらどういう形で滅ぶかとか、で滅んだ後はそれでもう何もなくなっちゃうのか、その後また現れるとしたらば今度はどういう生命が現れると考えたらいいのかということですね。例えばそういうことって、正解を持ってる人がいないわけで、だからこそ自分の言葉で考えたり、知ってることでこういうことが起こるんじゃないかっていうのを考えたらいいんじゃないかなと僕は非常に思いますね。一人一人が科学者であってほしいというメッセージを、いただいたことありますけれども、その科学者であるということはどういうことなんでしょうか。それはだから自分の言葉で考えるということですね。うっかりするとそれ実践できなくなっちゃうんですよね。いろんな情報が溢れてて、そこに読みは書いてあるだろうっていうことで済んじゃうんですけども、でもやっぱり自分の言葉で考えると、そこから新しいことが生まれてきて、そうするとその今のチャット GPT とかにはないようなものも全然作れると思いますし、知識が全てではないと思うんで。
ネイチャーバース命ありがとうって考える場合は生命の尊さとかそういうのをどういう立場で考えればいいかっていうのは結構難しいですよね。自分の例えば親とか兄弟とかだったらばあるいは子供だったらば大事にするのは当たり前だけども、例えばじゃあそこにいるミミズ・アドワンだとか、あるいはその遠くの国で戦争してるそういうことっていうのをどう考えるかっていう、機会になればいいなと思っておりまして、だから例えばその生命進化に対して人間がどのくらいの寄与をするかっていうことに関し、今でもそうだと思いますけど核戦争の危険っていうのがあったりして、で、地球何十回も破壊するだけの核実験があるだろうというふうに言われていますけども、人間がいなかったら、進化上で人間が出てこなかったらば、そこには原爆とか水爆っていうのは自然に生まれることはないと思うんですね。だけど人間がいて物理学を作って物理学の知識をもとにすると、普通だったらほとんど絶対ありえないような場所で核融合反応とかを起こすことができるわけですよね。でそれが水爆とかにつながってるわけですよね。というか水爆そのものですよね。だから人工的に太陽の中でしか起こってないようなことを地球っていうものすごく温度の低いところでもそれを人工的に作ることに成功したわけですよね。それが原水爆実験なわけなんですけども、それっていうのはじゃあなんで起こったかっていうと、それは人間がいたからで、でも普通に人間がいるだけじゃダメで、物理学っていう知識があったからそれと構成することに成功したわけじゃないですか。だから知識っていうものが、自然現象とに干渉してるわけですよね。そのことってのはすごいびっくりすることで、例えば遠くの星見てるときにどっかですごい温度の低いところで核融合反応が起こってたら、それこそが宇宙人がいる証拠ですよね。なぜかというと、それを起こすためには物理学の知識がないと起こせないから、それが起こせてるっていうことはそこには文明があるっていうことになるじゃないですか。ここに2058本の黒い糸が引いてあって、それは原生学実験の回数なんです。それは原生学っていうのは危ないことだとか危険だとかそういうことじゃなくて、それが人類が作り出した人工的な知識とか人工的な知性っていうものなんです。その自然現象の中に下から普通に連続的に説明するようなものではなくなるということです。そういうこともちょっといろいろ表したくて、そういうことを作っています。僕70年の万博に行っていて、小学校の時に。なので、その時のイメージが非常に、良いイメージなので、今2025年の万博っていうものがどういう形なのかってことにやっぱり非常に興味があります。で、70年の万博の映像っていうのがいろいろ公開されていて、それを見るとみんなすげえ笑ってるんですよ。すごいもう、笑みを持ってわーって走ってくるんだけど、今って東京歩いたって笑ってる人なんていないですよね。もう恐ろしいくらい違いがあって、だからそういったなんていうんですか、もう一遍笑いを戻そうとか、あの時の陽気な感じっていうのがもっと日本にあればいいなっていうのが僕の万博に対するイメージ。こういうようなものを出して進化ということに関して、みんなが自分の頭で考えてもらうということはすごい興味がありますし、さっき言ったように知識っていうもの、物理学という知識が生まれた瞬間に普通の自然現象で説明できないことをどんどん起こすことができる。それは自然現象なんだけど、それを人工的に起こすことができる。今の AI につながっていく流れですけども、それが生まれたことの意義とかきっかけっていうものが、でもそれは全然進化とは別のものではなくて、こういう一つの流れの中にあるんだよっていうことを考えることが僕はとても大事なことだと思うんですね。でそれを訴えたいと。